こんにちは、ドクターチンです。基礎から学ぶ電気シリーズ過渡現象編第10回。今回は LC 回路の直流過渡現象です。この場合、過渡回が振動します。今回の動画の用紙ですけれども、まず LC 回路の過渡現象は振動性になるということです。また、抵抗がないとこの振動は減衰しません。したがって電荷あるいは電流は三角関数になるだろうということが予想されます。なお、この動画は直流過渡現象の基礎のみを対象としています。交流の過渡現象やラプラス変換を使った解法などにつきましては、森北出版から発刊されていますよくわかる過渡現象、こちらをご覧ください。はい、ではまずイメージをつかみましょう。コイルは磁気エネルギーを蓄えます。コンデンサーは静電エネルギーを蓄えます。抵抗がないのでエネルギーは消滅しません。つまり、磁気エネルギーと静電エネルギーが行ったり来たりするということが起きるわけです。したがって電荷と電流は振動するはずです。つまり三角関数になるということになります。なおこれは機械系と類似しています。今バネがあってそこに質量 M の物体を置くとします。そうしますとバネは縮みますね。その後バネが伸びて質量 M の物体が上に持ち上げられます。これが繰り返されていくということで機械振動が発生します。すなわちこの物体の持つ位置エネルギーとバネの運動エネルギーが行ったり来たりしているということで L と C の電気回路と類似関係にあるということがお分かりいただけると思います。次に LC 回路の回路方程式を考えましょう。図1に LC 直接回路を示します。なお、当初、コンデンサーは充電されていなかったものとします。t イコール0にてスイッチ S を閉じます。この時、流れる電流 I とコンデンサー C に蓄えられる電荷、これに関する回路方程式は L の端子電圧 LdI/dt 足すことの C 分の 1×QT 足したものが電源電圧ということでこのような方程式になります。ここで電流 I は電荷の時間微分ですからこれを考えますと回路方程式は L×Q の2回微分足すことの C 分の 1Q イコール E ということになります。まず過渡回を求めましょう。過渡回は先ほどの回路方程式の右辺イコール0の時の回ですから0と置きますね。ここで形式的に1回微分を P、2回微分を P 次乗と考えます。そうしますと LP 次乗 QT プラス C 分の 1QT イコール0となります。形式的に両辺を QT で割り算をしますと LP 次乗足す C 分の1イコール0という特性方程式が得られます。これから P 次乗はマイナス LC 分の1。P はプラスマイナス J ルート LC 分の1です。ここでルート LC 分の1をオメガと置きましょう。つまり P イコールプラスマイナスの J オメガということになります。したがって過渡回は
E の jωt と E のマイナス jωt それぞれの足したものが過渡解になります。ここで A と B は任意定数です。ここでオイラーの式で E のプラスマイナス jωt これはコサインオメガ t プラスマイナス j のサインオメガ t ですから、これを考慮しますと、この qt の式はこのように書き換えられます。コサインの項とサインの項にまとめます。ここでコサインオメガ t の係数、これを改めて k1、サインオメガ t の係数、j の a-b、これを k2 と置くことにします。そうしますと、過渡解 qt は k1、k2 を任意定数とすると、k1× コサインオメガ t プラス k2× サインオメガ t となります。次に定常解です。この回路では電源電圧は直流電圧ですので、電荷の定常解も一定の値、つまり直流ですね。これになるはずです。したがってこれを考慮しますと、QS、定常解 QS は一定ですので、この部分はこれ0ですね。というわけで、C 分の 1×QS イコール E。故に定常解は CE ということになります。以上から解 Q 括弧 T は過渡解と定常解の和ですから、解は K1 コサインオメガ T プラス K2 サインオメガ T プラス CE ということになります。ここでまだ K1 と K2 は任意定数ですね。定められていません。ここで K1 と K2 を定めます。初期条件は t イコール0で、コイルは開放状態とみなすことができますので、電流の出発点は0です。つまり、電荷の1回微分の初期条件は0です。また、当初、電荷はなかったと言ってますので、t イコール0において、Q の値は0です。5式にこの条件を考慮します。まず、5式に t イコール0を代入すると、Q の値は0ですから、これ0代入すると、K1 足す、この部分がなくなって CE が残りますから、K1 足す CE イコール0です。また、この式を1回微分して t を0と置きます。1回微分しますから、これを微分しますと、オメガが前に出てきて、マイナスオメガ K1 サインオメガ t。これもオメガが前に出てきて、オメガ K2 かけるコサインのオメガ t ですね。ここで t イコール0と置いたときに、その値は0ですよということで、この2つの式から、K1 はマイナス CE、K2 は0です。ということがわかります。したがって解を表す式は、Q イコールマイナス CE コサインオメガ t 足す CE。電流はこれを微分したものですから、オメガ CE サインオメガ t ということになります。ここでオメガはルート LC 分の1でしたから、これを元に戻して計算しますと、電流はルート L 分の C かける E かけるサインオメガ t ということで、解を表す式6式と7式が得られます。はい、このように電荷も電流も三角関数で表されると
いうことが分かりました。じゃあグラフはどうなのか考えてみます。まず QT のグラフは青い線のようなグラフになります。つまり QT のグラフはマイナス CE コサインオメガ t に CE 分だけ上にシフトしたものですね。マイナス CE コサインオメガ t ですから、コサインの逆ということで、こういうグラフですね。これに上向きに CE だけ足したもので、結果的にこのようなグラフになります。もし分かりづらいようでしたらば、値を代入して確かめてみてください。t が0の時にはどうなるかと言いますと、この部分1ですから、q はマイナス CE 足す CE で0です。それから、オメガ t が2分の π、すなわち t は2オメガ分の π。この時には、ここが0になりますから、q の値は CE ということで、この値になります。同様に、オメガ t が π の時どうなるかと言いますと、今度はこの値がマイナス1になりますから、CE 足す CE で2倍の CE ということで、このような値になると。これを連続してプロットしていけば、このようになるということがお分かりになると思います。また、電流のグラフはサインのグラフですね。したがってこのような赤色の波になるわけです。このように電荷 Q と電流 I は振動して減衰することなく続くということが確かめられました。この回路では L と C だけの回路で損失がありません。したがって振動は減衰することなく続きますので、t が無限大になっても最終値は一定にはならないということになります。では、抵抗がある場合はどうでしょう。確かめていきます。図3のように抵抗 R がある場合、この場合には電流が流れたとすると、ここでエネルギーが消費されます。したがって電流はサインの関数で持続するのではなくて、だんだん振幅が減衰して、いずれかはゼロになります。また、ここに蓄えられる電荷は、だんだん減衰しながら、一定値 CE、定常界に近づいていくということがお分かりになると思います。ここでは数式による解析は割愛します。どうしてこのようになるかだけご理解ください。以上で LC 回路の直流化度現象についての解説は終わりです。ご視聴誠にありがとうございます。次回は過去問題の解説を行っていく予定です。ではまたお会いしましょう。ごきげんよう。